皆さんこんにちは、C です。今回は福岡に新しくできたコンパニオンプランツというパン屋さんに行ってきたので、そちらで購入したパンをご紹介していきたいと思います。ここのお店はもともと広島の方で大人気のベーカリー屋さんが2号店として福岡にオープンしました。私は赤坂駅の方から歩いて徒歩12分くらいで行きました。ここのパン屋さんは今年の3月にオープンしていて、オープンしてから3ヶ月くらい経ってるんですけど、私が行ったのが休日の11時半頃にお店に伺いました。お店の中自体はお客さんは並んでいなくて、比較的ゆっくりと気になるパンを選べました。で、店員さんがとっても親切で、おすすめのパンとかよく売れているパンとかちょっといろいろ教えてもらいながら、私の気になるパンも購入したので早速ご紹介していきたいと思います。今回購入したのは9個のパン。こんな感じです。じゃーん。なんか久しぶりにこんなにたくさんパンを買いました。で、これはこの中に球根パンっていう人気のパンみたいで、じゃあ最初にもうこれいただこうかな。こちらの球根パン。じゃーん。シンプルなんですけどね、このままじゃあ割ってみたいと思います。うわー、中ぼっちり。おー、こんな感じです。すごいムチムチっとした感じの生地。美味しそう。本当に中に何も入ってないです。いただきます。おいしい。小麦の香りがふわーっと口の中に広がります。このむぎゅっと食感がいい。すごくみずみずしくてもっちりしたタイプのパンです。で、生地の甘さはあるんですけど、ちょっとしょっぱさもあるような感じのシンプルなパンなんだけど、すごく素材のうまみとかを感じれるようなタイプのパンです。おいしい。食感がいい。これは人気パンになるのが分かりますね。シンプルなパンこそ美味しいパン屋さんって、生地が美味しいから他のパンも絶対美味しいって思っちゃうんですけど、ちょっとじゃあ C の気になったもの、これじゃーん。塩豚クロワッサン。すごくない？なんか初めてこういう感じの塩豚クロワッサン聞いたことなかったから、こういうタイプのパン、名前もでも絶対美味しそうじゃない？塩豚って生地がね、すごいさっくりとしたクロワッサンタイプで、デニッシュタイプのこう層になってるような感じ。こんな感じです。こう中にちゃんと豚が入ってます。いただきます。美味しい。塩コショウがめちゃめちゃ効いてる。で、この周りがサクッとしてるから食感もいい。美味しい。表面にはね、チーズみたいなのもまぶされてます。結構豚の味が濃い。うわ、うまこれ。こういうデニッシュ系の生地もたくさんありました。ちょっとじゃあここで甘いの挟みます。はい、大好きなシナモンロール。ここのシナモンロールはね、周りのシナモンシュガーがもうね、たっぷりついてます。すごい。ちょっとそっとじゃポロポロ落ちないよってくらい、なんかね、生地にしっかりついてます。ほんとお店によってシナモンロールとかもそうだけど、メロンパンとかあんパンとか定番商品も全然お店の色が出るじゃないですか。だから本当に定番パンでも気になって買いたくなります。中はね、デニッシュ生地なんだけど、中はちょっとふんわり系のタイプ。いただきます。美味しい。結構ね、ふんわり系の生地です。中にもシナモンペーストみたいなの入ってるんですけど、周りのこのシナモンシュガーがしっかりまぶされてるから甘めなタイプだから、シナモンの独特な香りというよりかはちょっと甘みのある、なんかチュロスとかについてるようなシナモン感なので、甘いし美味しく食べられます。このチャンネル多分パン好きの方とかがよく見てくださってると思うんですけど、皆さん
新しいパン屋さん行く時って必ず買ってみるパンとかってありますか？シナモンロールが私は好きなので、いろんなパン屋さん、新しいパン屋さんに行ってもシナモンロール買ってみようってなっていつもシナモンロール買うんですけど、皆さんもなんかそういうパンがあったりするのかなと思ってちょっと気になりました。じゃあもう一個こちら、これはほうじ茶ミルク、すごいねもっちりタイプのなんだろう、リプスティック系の生地ですね。かわいい、なんかこのリボンみたいな感じの形をしています。ふわ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 、もちもちタイプ。いただきます。うわ、すごい。もう食べた瞬間まずほうじ茶って感じ。お茶のちょっとした苦味みたいなのもすごく感じます。その後にチョコの甘い感じが口の中に広がって美味しい。チョコはねゴロゴロっとしっかり入ってるので甘さもあるけどほうじ茶の苦味もあるので甘ったるさはないですね。抹茶とあんこが入ったバター、抹茶とあんこが入ったパン、抹茶フランスです。このタイプのパンはあんバターとかもありました。何種類かあったかな、けどちょっと事前に調べた時にこの抹茶とあんこのタイプのこういうタイプのってあんまり見たことなかったのでちょっと気になって買ってみました。そう、新しいパン屋さんに行ったらなんか今まで食べたことないようなタイプのパンとか名前を見て決める傾向があります。もちろんその定番のパンで美味しそうなパンとかがあったら買うんですけど、なんか性格的にもチャレンジャーな感じなのでこういろんなパンを食べてみたいなっていう思いがあるので、結構そうですね。だから新しく初めて行くパン屋さんとかは特に名前を見てどういう食材が入っているのかなとか見ながら何周も何周もしながら気になるのチョイスしてるかもしれない。この生地はフランス生地なんですけど、周りはそんなハードな感じじゃなくてソフトフランスっぽい。あんこはね粒あんが入っています。いただきます。すっごくクリーミー。抹茶がスッと口の中で消えました。バターっぽい感じはするんですけどバター寄りなクリーミーな感じの抹茶ですね。この生地の歯切れがいいからすごく食べやすい。おいしい。じゃあ次、レモンドーナツ。じゃーん。なんか暑い季節になったらこういう爽やか系なパン食べたくなりません？暑いとパンってちょっとやっぱり水分持っていかれたりするので、それでもパンが食べたいって時は結構爽やかタイプのパンを選びがち。あとはなんかクリームパンとか冷たいひんやりとしたパンとか結構選んじゃうかも。このドーナツはなんかね種類が結構あって、でどれも美味しそうだったからちょっと店員さんにドーナツで一番おすすめとかってありますって言ったらレモンドーナツが一番人気ですっていうことだったので、ちょっと選んでみました。おー、ドーナツって感じのドーナツって感じの生地、美味しそう。これ揚げられてるドーナツですね。いただきます。めっちゃレモン。なんて伝えたらいいんだろう。めっちゃレモンです。だいたいこういうタイプのパンってこの上に乗ってるなんだっけこれ、この砂糖のやつがたっぷりこうまぶされてるから結構甘め寄りなドーナツで、もちろん甘みもあるんですけどなんかそれに負けないくらいレモンの香りとレモンピール、なんかすっごいレモンですこれで。生地はめっちゃふんわりですね。じゃあこちらの明太バケット。じゃあこれめっちゃ大きいで、結構ね硬いハードタイプの生地の明太バケットです。店員さんがおすすめですよって言って教えてくださってちょっと購入してみました。これはねハーフサイズもありましたよ。おー、いいね。私ハード系なタイプのものが好きなので結構嬉しい。中は中はふわふわ、こんな感じで入ってます。いただきます。明太子の旨味がしっかり、もうこの生地のむぎゅっとした感じの生地に明太子が馴染んで本当に美味しい。周りはハードで香ばしさがあるので惣菜パンとして何切れも食べれそう。
生地がみずみずしい。なんかほんとむぎゅむぎゅって感じの生地。店員さんはこの明太バケット余裕で1本食べますみたいな言ってて、でもその気持ちがすごいわかる。本当に美味しい。まずこのパンだけでも美味しいのに、そこにこんなうまみたっぷりな明太子入ってたら、これは食べれるわって感じ。はい、じゃあ次、こちらかわいいショコラパンです。すごいね、ハートの形をしたチョコパンですね。ソフトな感じではないかな。周りは結構ちゃんと焼かれたタイプのパン。いただきます。シンプルに美味しい。チョコはね、結構ビターな感じですね。ミルカレにチョコがこうやってたっぷり入ってるから、チョコ好きさんにはおすすめ。サイズはね、ちょっと可愛いサイズでした。では最後こちら、じゃーん、サリューっていうパン。これもお店の人気商品。デニッシュ生地、クロワッサン生地みたいな層になってるタイプですね。ちょっとじゃあ切ってみます。おー、ザク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 です。すごいポロポロって。いただきます。おいしい。めっちゃカリカリ、周りサックサクで、中はちょっと甘みがあるタイプの生地。食感がいいね。これこの形になってる意味がわかるっていうか。ここのコンパニオンプランツはイートイン席も結構広々としてちゃんとあって、プレートランチみたいなのがありました。で、今インスタ見たらランチプレートのパンのおかわりができるようになりましたって書いてます。で、そのパンは日替わりで提供されるみたいです。いいね。このパンランチとか行きたいね。今度はちょっとお店の中でイートインしながらゆっくりなんかお友達とランチに行こうかなと思います。お店の中の雰囲気もね、本当に素敵で、いろんなところにアーティストさんが描かれた動物の絵、そのまま壁にこう描いてるらしくて、すごくおしゃれで、こう森の中にあるような可愛らしいパン屋さんでした。で、店員さんの方もすごく親切で、雰囲気がとっても素敵でした。なので皆さんもぜひ行ってみてください。営業時間は朝の9時から18時までになっています。今回行ったのは休日の午前中だったので、比較的好きなパンを選べるくらいの品数は揃っていたので、ぜひぜひ午前中に行ってみてください。で、種類も結構40種類くらいあったかなって思うので、一つ一つ本当にいろんな特徴があるパンが多かったので、皆さんもこう何か美味しいパンを見つけたら教えてください。おすすめパンはって言われたら、やっぱり人気パン、球根パンとか、あとこのサリューとかになるんですけど、個人的に今回の中は難しいな。めちゃめちゃどれも美味しくて、なんだろう。でも一番なんかちょっと驚いたのはレモンドーナツです。自分が思ってた想像をはるかに超えたレモンの香りがすごく感じることができたので、ちょっと今からの季節に爽やかなパンを食べたいなって思った時にはおすすめです。ちょっとまた福岡にもパン屋さんがいろいろ増えてきているので、 C もまだ追いつけてないんですけど、行ける機会があったらこれからも皆さんにシェアしたいと思いますので、待っていてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。パン屋さんの他にも最近は Vlog を出したり、グルメとか気になっているカフェとかに行ったりする時にもちょっと動画を撮って投稿したりしているので、そちらの方も楽しんでいただけたら嬉しいです。もちろんパンの情報もこれからもたくさんシェアしていきます。今回のこの動画を見て参考になったなと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画も楽しみに待っていてください。以上、C でした。バイバーイ。